今回はいろいろと手を加えて改造したこちらの元激安 CNC フライスの加工テストを行いたいと思います。改造費としてはざっくり3万円ぐらいかかってて、本体価格が5万円なんで合わせて8万円、10万円はいってないという機械になります。で、用意した材料はアルミの5052、これはね削れて当たり前ですね。で、あとはできればいけたらいいなっていう S50C、鉄ですね。こちらも用意したんで、どれぐらい加工できるのか、テストしたいと思います。まず加工に入る前に僕が熱を出しながら頑張って組み上げたこの機械の精度を見てもらおうと思います。どうでしょう。プラマイ100分の1くらいには出てたんじゃないかと思います。はい、次 Y 見ていきます。はい、いかがでしょうか。バチバチにね、出てると思います。で、これね、かなり大事で、例えば、テーブルが傾いてて、ワークを取り付けると、それに伴ってワークも傾くんですね。なんで、ここで仮に原点取って、エンドミルで横に走らせると、負荷が高くなっていく。切り込みが増えていくんですね。で、特にこういうパワーのない機械は、変に切り込みが増えてしまうと機械が止まったりとか脱腸したりして止まってしまったりするんですね。なんでこのテーブルの平面度とか傾きはね、かなり気を使って頑張って調整しました。アルミ加工で使用する工具はアリエクスプレスで購入した 4π で3枚刃の一応 DLC コートがついたアルミ用エンドミルです。では準備ができたので順番に加工していきます。CAD-CAM はオートデスクフュージョンです。送り速度は100固定で Z の切り込み量だけが 0.2mm ずつ増えていきます。やってて気づいたんですけど、このジョブごとに色分けしてくれるのが地味に見やすくて嬉しいですね。まずは切り込み 0.2 から。はい、問題ないですね。はい、次、切り込み 0.6mm。はい、次、切り込み 0.8mm。はい、切り込み 1mm です。はい、次切り込み 1.2mm。はい、次切り込み 1.4mm。次切り込み 1.6mm かな。はい、次切り込み 1.8mm。次が切り込み2mm かな。もう分かんなくなっちゃった。
おおすごい。ちょっとね、共振してるのか、なんか振動はね、なんかすごかったですけど、余裕で加工できてますね。かなりいい感じです。最大2ミリまで問題なく加工できてます。はい、次は全く同じパスで送り速度を100から150に上げています。いきます。はい、次が最後の切り込み2ミリです。どうなんですかね。最後ちょっとギリギリした音がしたんで、ちょっとどうかな。変な食い込みとかまあでもまだ上げれそうなんで、ちょっと準備してなかったんで、これぐらいで限界来るかなと思ったんで、ちょっと、送り200まで試したいですね。最初が 1.2 ミリ。いけてますね。まあでも若干やっぱ変な段ができてますね。最後に加工したパスのラインがこれですね。Z の切り込み 2mm で送りが F200 のところ。で、まあ一見加工できてるように見えるんですけど、ちょっとね、1個前のパスに比べて逃げてるんですね。こう段差ができちゃってるんで、まあ、機械なのか工具なのかが少しこっち側に逃げちゃっているので、まあ荒加工で、まあこの後仕上げするんであれば使えなくはないですけど、まあ、ちょっと微妙かなと、かなり機械に無理かかってるかなって感じですね。ただこれね、全然すごいですよ。こんだけ削れなかったんで、前の時は。めちゃくちゃ進化してます。なんか思ったよりもサクサク動いてくれてるんで、次はちょっと違う加工ということで、高送り加工をしてみようと思います。Z の切り込みは 0.2mm なんですけども、送り速度が F2000 ということで、まあ、この機械の限界の早送り速度と同じ速度で、一体どんぐらい削れるのか、止まってしまうのかというのを検証します。フュージョンの CAM としては、負荷制御加工というものですね。K の切り込みは半分以下、1.6 ぐらいになっていると思います。いきます。全然余裕。もう少し切り込み増やしてもいけそうですね。
はい、加工が終わりました。切り込みコンマ3に途中から変えたんですけど、全然余裕でしたね。まあ多少音は大きくなりましたけど、コンマ4とかでも全然いけそうですね。ただちょっと、あれなんですよ。フュージョン上では加工時間が14分ってなってたんですけど、今加工終わったので時間出るんですけど、約1時間かかってます。これどういうこと？どういうことですか？これ4倍になってるんですけど。これ、送り F が2000出てないのか、フュージョンのシミュレーション側の、アプローチと対比、リトラックとか、それの時間が反映されてないのか。にしてもちょっと4倍はえぐいな。ちょっとなんか詳しい方知ってたらもし教えてください。荒加工後のワークです。一番上のところだけなぜか食い込んでますが、それ以外の部分は回数かなり分けて切り込んだ割には綺麗に仕上がってますね。虫れとかもないですし、光沢が出てます。で、せっかくなんでこの後仕上げ走らせてどうなるか見てみようと思います。ちょっと待って。めっちゃ綺麗に仕上がってます。工具の R とワークの R がぴったり合うところってビビりやすくて、実際加工中もビビり音してたんですけど、全くビビってなくて、めっちゃ綺麗に仕上がってます。嘘。これは改造する前では絶対ここまで綺麗になってないんで、前の、最初の動画か、レビューした時の動画とか見てもらいたいんですけど、いや、これは改造の賜物ですよ。すごい。では、いよいよ鉄の加工を行います。エンドミルは、ミスミさんの、鉄用というわけではないんですけど、汎用的なやつの 2.5 倍です。で、さっきのアルミの時と同じように、工具径の半分。だから今回は 1.25 ミリを、かけます。で、Z 方向は、最初が 0.2 ミリで、そこから 0.2 ミリずつ切り込み量が増えていく。で、最終的には、マックス1ミリ削れたらいいなと。多分無理なんですけど、やってみます。一応 F1000 でも削れてはいたんですが、面はね、ガタガタになってしまってるんで、F100 に戻しまして、順番に削っていきます。レッドの切り込み 0.4 ミリ。削れてます。ちょっとなんか断続的な音がするんで、ちょっと怪しいですよね。はい、次は Z の切り込み 0.6 ミリ。ダメだね。ダメ。ダメ。ガッタガタだし。いや、鉄、手強いですね。これ S50C なんで、生材だったらもうちょっとやれるのかな。ちょっと穴開けをしてみようかと思います。4パイの穴を開けます。ランピング角度は2度。いきます。削れてますね、ちゃんと。粉みたいな切り子が出るんで、ちょっと嫌ですけど。では、仕上げいきます。はい、仕上げが終わりました。取り代は 0.1 ミリです。
まあ穴も小さいし、ノギス測定なんで何ともですけど、そこそこの精度で穴開けはできてますね。最後はポケット加工のテストを行います。今開けた穴に工具をアプローチさせて、繰り広げるような加工ですね。Z の切り込みは 0.2mm で F が100。まあ加工音で大体予想してましたが、やっぱりめちゃくちゃ汚いです。というわけで全ての加工が完了しました。感想としてはって感じですね。アルミに関してはね、かなり良くなったし、許容範囲というか、削れるなっていう感じしたんですけど、鉄はね、ちょっと予想外にダメでしたね。はい、もうちょっと削れるかなと思ったんですけど、ただこれが S50C じゃなくて、生材 SS400 とか、中鉄あんま削った記憶ないんですけど、多分これよりは柔らかいはずなんで、あと気になるところが山ほど出てきて、スピンドルホルダーとかスピンドルとかボールネジとか、そもそもステッピングモーターがちょっと弱いなとか、いろいろね思うところはあります。例えば組み付けでちょっとね歪んでた時に手でねステッピングモーター回した時に硬かったんですよ。で、一応動くかなと思ってNC で動かしたらやっぱ止まるんですね。負荷でちょっとした負荷でも止まっちゃうぐらい弱々ステッピングモーターなんで、どこが原因なのかはちょっと分かんないですけど、全体的にまだまだやらないといけない。いや、やりたくないんですけども金がどんだけあっても足りないんで、時間もという感じで、アルミはねかなり改善したんで、今後はアルミでなんか削ったりしようかなと思います。今回の動画面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録の方をします。X、インスタいろいろやってますんで、そちらも見てみてください。ご視聴ありがとうございました。